アクアリウム初心者のおっさんが魚と暮らすためゼロから水槽の準備をしています。今回は僕の水槽の中で一番成長がわかりやすいバリスネリアスピラリスについてです。ちょっと水中撮影なんかもやってみました。で、チャンネル登録者数が1000人超えまして、皆様いつもありがとうございます。で、まず成長の感じをパパッとご覧ください。バリスネリアスピラリスは最初に5株購入して注水の時に植栽しました。これまだかなり寂しいですね。そこから2ヶ月経ったのがこっちで、株の根元から葉っぱが増えてきてるのがわかります。で、そこからさらに1ヶ月経つと全体的に長さも出てきて根元の方の密度も上がってますね。この辺から成長速度がぐんって上がってきて、さらに1ヶ月経つとこの状態です。この頃は液肥の量も増やしてる時です。で、長さとしては十分なんですが、下の方の密度がまだ理想まで増えてなくて、このバリスネリアスピラリスも以前説明したエキノドルステネルスと同じく地中で茎みたいなのを伸ばしてそこから芽を出す種類だそうです。で、後ろの方では新しい芽も伸びてきてるんですが、やっとこの頃前の方にブワッと進出してきました。この一本長く伸びてるやつがそうですね。で、これは引き抜いて他のところに植栽しちゃいます。で、ソイルだと地中をどんどん伸びてとんでもないところからどんどん生えてくるらしいんですが、僕は水槽の右の方が石と軽石が詰まりまくってるんで、さすがにその中を伸びてくのは無理っぽくて、砂利の上を這って伸びてってます。水槽の右側が石で詰まってる様子は7番目の動画でご覧ください。そしてかなり色の悪くなった葉っぱも出始めてるんで、そういうのは根元から切っちゃってます。長さがあるんで切った量も多く見えますね。そこから約1週間、ここはもうほぼ現在の状態で、かなり理想に近いくらい密度が上がってきました。ここまで来ると根元をカットするのが普通のハサミだとちょっと辛くなってきたんで、こちらを用意します。東京ペット貿易オリジナルのトリミングハサミです。先端がカーブしてるやつですね。水草が増えてきたんで、普通のハサミだとハサミが埋もれちゃってどこを切ってんだかわかんなくなっちゃうんですよね。今までは根元の方だけ切ってたんですが、この頃から葉っぱ自体も刈り込んでます。いわゆるトリミングっていうやつですね。というのも、この部分、もう左の端まで届いちゃって、これが増えると、前回の動画でつけた油膜取りフィルターに油膜が流れていかなくなるのと、あとは単純に見栄え的にっていう感じで刈り込んでます。で、まずは密度が上がって、絡むように伸びてる葉も増えてきたんで、この辺をほぐしておきます。なんか髪の毛溶かすような感じですが、こんな風に奥の方のやつもまっすぐになるように整えておきます。ただ、この時気をつけてるのが、このバリスネリアスピラリス、結構パキってすぐ折れちゃうんですよね。もちろんどんな水草でもギュッてやれば折れると思うんですけど、なんていうか紙みたいに折れ目がつく感じじゃなくて、パキッといっちゃいます。なんで強く曲がらないように注意して触ってます。で、葉っぱのトリミングですが、斜めに切り落として、元々の先端形状に似せてやります。で、こっちが元々の状態で、斜めに切り落としたのがこっちです。まあ、茂ってる時にブツって切れてるよりはっていう感じですね。根元の方はしっかりメンテしておきます。そして今回ちょっと水中カメラで撮影してみました。ただ、いいのか悪いのか、水が綺麗なんで、水中感があんまりないですね。画質もいまいちですが、まあ近くで撮影できてるっていうことで笑って見ててください。そしてここにあるのが完全に茶色くなった葉っぱです。これもっと腐れば簡単に取れるんですけど、意外と引っ張っても取れないんで、切り落とす必要があります。こんな風に左手にピンセット、右手にハサミ持ってオペって感じになってますけど、水草をかき分けて切ってます。で、これがダメになった葉っぱですね。そして新芽を移動したいんで、ボルビティス・ヒュディロティを移動してます。これも結構葉っぱ増えてきましたね。これが導入直後で、勢いは遅いですが確実に増えてます。で、ここに新芽が出てきてます。この辺りはアクアグラベルの下にウールマットが敷いてあって、潜って進出しやすかったんだと思います。
では水中カメラで引き抜くところをご覧ください。まあ、特にこれといって派手な絵になんなかったんで、ちょっと残念なんですけど、ソイルのように地中深く潜れないんで、特に苦労なく抜けちゃいます。だけどちゃんと根は張ってくれてますね。で、この茎の部分でカットして、余った茎もカットしちゃいます。で、これが正しいのかどうかわからないんで、気になる方は自分なりに情報を集めてみてください。で、なんか手がもぞもぞするなと思ったらこれでした。で、抜いたこれをスペースが空いちゃってるところに植えていってます。この辺のバリスネリアをもっと左の方に増やしていきたいんですよね。ちょっと植栽も慣れてきましたね。アクアイオピンセットのおかげです。これが植えたところで株の間の隙間を埋めてます。で、この画面で横に伸びる太いやつが地中に行ってないのがわかると思います。で、水槽の右の奥の方にも芽が出てたんで、同じように作業してます。で、これ見てわかる通り、水中にこの茎を伸ばして、根っこだけが地面に向かって伸びてるんですよ。なんで、抜くと根っこがどんどん出てきます。これたくましいっすよね。で、これも隙間に植え替えたんですが、完全に水中カメラの画角外れてますね。で、この時ちょっとモニターが消えちゃってて、ごめんなさい、本当に。この角度で撮りたかった。この株が植え替えたやつですね。こんな風に太い根が潜らないで伸びてるのを見ると、ソイルの場合でも軽石と石で密度の高い壁をソイルの中に作っておけば、ある程度バリスネリアの進行方向を制御できそうですね。あとは一つの株から葉っぱが多く出てくるのも分かったんで、最初から密度を高く植えなかったのも正解だったと思います。こんな風に僕の水槽では一番目に見えて成長してます。で、最近出てきた新しい株なんかは1週間くらいかな、30センチ以上伸びてます。で、これは少し水の硬度が高いんで、バリスネリアスピラリスに合ってるのと、テトライニシャルスティックが根っこに直撃してるんで、その辺が関係してるのかなと思ってます。水槽後方のデザイン的にここをしっかり増やしたかったんで、順調に成長してていい感じです。あとはボルビティスがぐわーっと来て、このバリスネリアスピラリスと交差していく感じになったら、完全に僕がイメージしてる後ろの方のデザインになります。見ての通り他の水草もしっかり大きくなってるんで、このまま変わらず管理していこうと思います。では今回使った金額です。東京ペット貿易オリジナルトリミングハサミカーブ1219円。ここまで合計で18万1410円使いました。次回はその他の水草にも色々あったんで、まとめて動画にしようと思います。それではまた。